そういった形でディフェンスはオフェンスの目をなるべくくらませるように、作戦を取ってくるんですけれども、じゃあそれに対してオフェンスどうするかというところでいうと、一番オフェンスとして嫌なのはやっぱクォーターバックにプレッシャーかかっちゃうことだと思うんですね。この位置で基本的にボールを投げるというのがクォーターバック基本なんですけど、例えば5人でダッシュしてきて1人がやっぱりフリーで入ってきますよ。クォーターバックはサックを避けるためにそのポケットの外に出て、パスを投げなきゃいけない、もしくは自分で走らなきゃいけないというふうになると思います。でやっぱりすごく運動神経が良くて足が速いクォーターバックだったら多分自分で持って走るっていうのが一番有利だし、ターンオーバーの危険も少ないし、というので多いと思うんですが、多くのクォーターバックはそこまで走力なかったりするので、じゃあどうするかというと、大体チームによってですね、レシーバーがクォーターバックのスクランブルに出た時はどういうふうに対応しようかというのが決まっていることが多いです。例えば奥にいるレシーバーは戻っていきましょうと、手前のレシーバーは逆に動きましょう。逆に言うと逆サイド、スクランブルに出たので逆サイドの奥のレシーバーはどんどんクォーターバックの視界に入るようなところに入っていきましょう。本来であればここにクォーターバックがいるんだったら、俺ここ来た時にボール飛んでくるはずだな、飛んできてねえな、クォーターバック探すんですよ。あれですね、なんだよ、ここにいるんじゃん、じゃあ俺もっと奥行っちゃおうかとか、手前戻って助けてあげようかとか、この辺はもう決まってるルールで、それを淡々とやるって感じですね。こういった形でなるべくスクランブル出てる中で早くボールを離せるように、ルールの中で決めてるチームが多いと思います。こういったことでディフェンスが勝負してきた時に、例えばこういうところで崩れたプレーで絶対投げられたくないんですよ。なんでかっていうと、ここ1対1でここ守るのってすごい大変だし、そうするとここでもうボールを投げられないためになるべくプレッシャーかけるって結構重要なことです。そうするとパスカバーした人がクォーターバックタックルに行くのか、このタイミングを決めてるところがあると思います。例えばこのクォーターバックがポケットの外に出たら、もうそっちサイドのラインバックはもう行きますよということにして、あとは後ろの選手はとにかくレシーバー探しましょうと、レシーバーどんどん使おうということで対処しているチームが多いんじゃないですかね。崩れることによってディフェンスも守りづらくなっているので、そこはオフェンスにもチャンスがありますということなので、だから仕掛けてきた時は、フットボールの面白さがちょっと増すかなというところがありますね。